はいどうも皆さんこんにちは。今回は平安京に遷都された794年から始まる平安時代についてお話ししていきます。まずは全体像をつかみましょう。平安時代は約400年続いた時代なんで、約80年続いた奈良時代の5倍もの長さです。長すぎて覚えにくいから前期、中期、後期と3つに分けると覚えやすくなります。どうやって分けるかというと、権力者の種類で分けましょう。平安時代の権力者は天皇、貴族、武士という順に移り変わっていきます。天皇中心の国を作ろうとしたけど、貴族が力を持ち、貴族の政治が途絶えた後に天皇家が武士を雇ったから武士が権力を持ったんですね。文化面で言うと、平安前期は奈良時代からの流れを組んで、中国の文化ってすごいよねという唐風文化が流行し、公認上岸文化が生まれるんですが、菅原道真によって遣唐使が廃止されると、中国との交流が弱まり、日本独自の文化である国風文化が生まれました。政治の中心としては、平安前期が天皇のいる大内裏、中期が貴族が住んでいた里内裏、後期が白河殿、法重寺殿、鳥羽離宮などの院へと移行します。だんだん平安京から離れていってますよね。権力の移り変わりや場所とセットで覚えると、平安時代の雰囲気を理解しやすいです。では、平安京遷都から主な出来事を見ていきましょう。794年、平安京遷都は語呂合わせがあまりにも有名ですよね。泣くよウグイス平安京です。遷都したのは桓武天皇で、これ以降、桓武天皇の子孫が天皇となっていきます。平城京内にはたくさんのお寺があり、仏教勢力が強くなりすぎて政治が大変になりました。その失敗を生かして、平安京内には基本的にお寺を作らせないんです。その例外が東寺と西寺。現存する当時の管理を任されたのが空海です。彼は遣唐使として最澄と共に唐へ渡り、帰国後2人は厳しい修行を行う仏教である密教を広めます。806年には最澄が比叡山に延暦寺を建てて天台宗を開き、816年には空海が高野山に金剛武寺を建てて真言宗を開くんです。そして866年、藤原義房が摂政になります。皇族以外で摂政になったのはこの義房が初めてです。これ以降藤原氏はライバルを蹴落とすために応天門の火事の犯人を邪魔者になすりつけたり、菅原道真を日本から消すために道真を遣唐使として唐に送り込もうとしたりします。しかし道真も賢いです。唐から学ぶことはもう何もないと言って894年、遣唐使そのものを廃止して唐に生かされるのを防ぎました。そうやって中央で権力争いばかりしてたら、935年に関東で反乱が起こります。平将門の乱です。中央なんて知ったことが、関東は関東で独立国家を作るってことですね。そして同じ頃、藤原住友が瀬戸内海で反乱を起こします。藤原住友の乱です。平将門を平家が鎮圧、藤原住友を源氏が鎮圧したので、源氏と平家が力を持ちます。中央の権力争いはずっと続いてたんですが、結局藤原道長が勝ち残り摂政になります。彼は3人の天皇のおじいちゃんになることで権力を握り、50年間も摂政関白を務めました。その後、藤原頼通の娘に息子が生まれなかったんで、摂関政治が途絶えます。それをチャンスと思った天皇家、上位した後の天皇、つまり上皇が政治を行う院政期に突入していきます。力を持った源氏と平家はボディーガードをするようになっていました。すると中央の権力争いに巻き込まれていきます。そうやって起こったのが1156年の保元の乱です。その後、源義朝と平清盛が源氏と平家のリーダーとなって対立するようになり、1159年平治の乱が起こります。ここで平家が源氏に勝利して平家全盛の時代を迎えるんです。清盛は蘇我氏や藤原氏のように娘を天皇の嫁にして権力を握り、太政大臣になるほどの出世をします。しかし、おごる平家は久しからず、1180年、天皇家と源氏が平家を倒そうと立ち上がるんです。結局、5年後に平家は壇の浦で滅亡。こうして源氏が力を持ち、鎌倉時代が始まるんでした。それではまた次の動画で。最後まで見てくれてありがとうございます。このチャンネルでは日本史に出てくる場所を実際に歩いて学んだ情報を撮ってきた映像や写真を使って紹介しています。興味のある方はぜひチャンネル登録お願いします。